枝の向きを修正します。やっぱり横の方がいい。中心線をね引いて、ここがこれ枝なんです。枝の部分にねしようと思うんですけど、ここが中心になって、でこいつがねどうなるか、どこまであるのかな。多分ここら辺でなくなると思うんで、ちょっとね整えます。ノコギリとのみでやっただけなんで、もうちょっと綺麗に整えて形を出していこうかな。ちょっとねこの件もあるんで、少し小型化しながら形を整えていきます。大体こんな感じになると思うんで、柿もねいろんな形がありますけれども、四角っぽいやつねが割と好きなので、そういう柿にしようかなと思いますけど、それでも丸みはねちゃんとあるので、よく形をね見極めてやっていきましょう。四角く見えても角は丸いですからね。でまた中心があって、で枝がねこの辺を紐が通る穴にねしようと思うので、多分枝がこう来てね、この辺がいらない部分に
なりますんでね、ちょっとまあ整えていこうかな。特にこの辺のラインはね、丸く、本当にまんじゅうみたいなね、タイヤみたいな、下の方は丸く意識するといいと思います。でまあこっちから見たらね、ちょっと四角っぽい感じの形になっていればいいかなと。で枝のね、紐を通す穴、そうだな、あんまり広すぎず、枝ももうちょっと細くしてもいいかな、これは。でちょうどここにね、何ですかね、額みたいな、この部分にもちょっと細工をね施しますけど、それはもうちょっと後にして、とりあえずねこの枝の部分をね整えていったりしようかな。これダメだ、彫刻刀の方がいいな。よいしょ。でこの辺なんかはね、機械で穴開けてあげればいいかなと思いますよ。ある程度ですね、紐穴の確保を、だいたいこの辺、いけそうだなってなったら、この部分ね、なんて言うんですかね、この葉っぱっていうかなんかついてるじゃないですか、ヘタの部分ね。この辺をある程度、ちょっと目星をつけておきましょう。
で、そんなに大きくなくていいと思います。うん。この部分っていうのは。ね。で、この枝もね、まあ、どうだろうな。太すぎず細すぎずっていうところをちゃんと確認しながら調節していきましょう。ちょっとね、どうだろうな。大きめのサイズになってるけど、まあ一応3.3ぐらいかな。まあ3.3ぐらいですわ。縦も3.4ぐらい。ですね、意外とサイズ的には、小さいはずなんですけど、縦横が同じ、寸法だとですね、まあ、大きく見えるっていうかね。うん。まあ、もうちょっと小さくてもいいと思いますけど、まあ、これは、単純な題材なので、大きめに、丁寧にね、最初はやっていいんじゃないかなと思いますんでね。最初からあんまり小さいのはやりにくいと思うんで、大きめでいいのでね、練習するときは、やってみてもいいんじゃないかなと。これから秋ですしね。うん。じゃあちょっとね、もうちょっとわかりやすく、どういう風になっていくのかっていうのをね、一段階進めて、いこうかと思います。ね、この辺に来るので、ヘタみたいなやつが。そうだな。今ここはね、非常に単純に、正方形を取って、彫りましたけども、で、こっからさらにこう、細かく、表現していく、この額の部分っていうのかな、ヘタの部分。額ってなんだ。まあいいや。ヘタの部分をね、表現していけばいいかなと思います。で、まあ、何でもそうですけど、ここはね、紐穴を確保するためにくぼませてありますけども、実際もね、柿なんかめり込むようにね、丸まってるんで、そういう丸みもね、表現できるといいかなと思いますし、んで、最初の部分はね、初めてやるときはこういうとこやりにくいと思いますけど、まあ少しずつちょっとずつでいいのでね、ここに、なんていうのかな、ベタっとひっつきすぎず、っていうのかな。でも離れてたらダメなんでね、この部分が離れてしまうと、ね、せっかく紐穴で確保したこの空間が台無しになっちゃうので、そこだけちょっと気をつけてもらおうかなと。まあちょっと、丁寧にね、ちょっと今
木のこの彫りのあれとかでぐちゃぐちゃしてるんで、もうちょっと整えてみます。この軸、この部分もね、細くなっても変ですけど、太すぎるのも変なんで、その辺はちょっとこう、作るのに慣れてきたら、バランスを注意していきましょうね。この部分はね、自然になるように、まあ最初は難しいと思いますけど、自然に見えるようにするのはね、なんかこう、接着っていうか溶けてるみたいにならないように、それだけ気をつけて、まあいろんな道具を、駆使してね、やっていくといいかな。ちょっと今回はね、このヘタの部分、ちょっと頑張ってみようかなと思うんですけど、結構時間かけようかなと思ってはいるんですけど、ちょっとまだまだ全然全容は見えてないんですけど、このヘタの部分は、この実より、違うな、実の部分よりちょっとこう、浮き出てるようにね、完全にこう、めり込んでるっていうよりは、めり込みながらちょっとこう、ヘタの部分が強調されるようにね。で、そこまで慣れないときは、こういう、こういう感じでいいと思いますんで、今ね、これを、もうちょっとこう、掘り込んでみようかなと、思ってるんですよね。まだ全然全容が見えてないですけど。ちっちゃめのヘタで大きな実にしようかななんて思ってます。とりあえずこの部分をもうちょっと綺麗にしたいですけどね。普段あまりこの刀ね、そんなに使わないんじゃないかって思いがちですけど、こういうとこね、整えるのに結構役に立つんですよね。その代わり、ちょっとずつ、削ること。じゃないと使いづらい。直線的な部分を、極力少なく。で、こういうところって、刀傷がつきやすいんで、それだけ気をつけましょう。
と実がこいつに対してちょっと大きかったので2ミリほど小さくします。2ミリぐらいならまだいいかな。これもうちょっとこう小さくしますね。ちょっと出るか。まあ少しね、ほんの少し小さくして、でちょっと丸みを強めてみました。ちょっとここがキワキワなんですけど、なんかちょっと皮がめくれたみたいにしてごまかして、こっちももうちょっと切り込み入れようかな。この辺こう、でまあそうそう、ここはね、ここまでやらなくてもいいですけど、ここ掘ったらね、このちょっと筋をね入れてあげようかな。で丸い刀でこう筋入れてあげればいいんじゃないかなと思います。そうだな、ちょっとこれが小さいかもしれないなとは思いながら、でも今更なんだな。これ実際にはもう少し大きくした方がいいかもしれないです。とりあえずこのまま進めてみますね。ちょっとこう整えて、でこれもちょっともうちょっとボロボロにしようかな。柿もボロボロにしてもいいんだけどな。ちょっとやってみましょう。急遽ですね、柿は柿なんですけど、ちょっとですね、熟した柿にしようかなと。もう熟しかけてもやばいぐらいの柿にしようかなと、急遽思いまして、ちょっと、ボコボコというか、何ですかね、ちょっと、質感を変えていこうかなと思っています。普通の柿ならですね、さっきの感じでもう磨いていけば完成だと思いますけども、ちょっと面白くないなっていうのが出てきまして、自分の中で普通の柿も掘ってはおこうと思うんですけど、ちょっとね売れた柿を掘りたくて、急遽ちょっとボコボコにもうしようかなというのも、これをちょっといじりすぎてね、なんかちょっともう枝ももう傷みすぎた枝みたいになっちゃったんで、急遽ちょっとこの辺を乾燥させた感じにして、表面のテクスチャーをですね変えていこうかなと思っています。適度にボコボコにしたらいい感じになるんじゃないかなと思いますよ。普通の柿だったらこんなへこまさずにね、そのまま終わってもらったらいいかなと思いますけど、ちょっと熟した柿だったら適度にこうへこましたりしわつけたりしていけば雰囲気出ます。じゃあやります。
ちょっとボコボコにしながら、磨いては削り、磨いては削り、やっぱり、こういう方が好きかもしれないですね。この感じでいこうと思います。うん。少しね、訂正をしておきましょう。やっぱりね、ヘタの部分は、こういうカレカレのやつ、カレカレっていうかまあ、熟しすぎたような柿を掘らないのであれば、もうちょっと大きくていいと思います。うん。ちょっと小さすぎました。小さすぎたっていうのもあって、急遽デザインを実はね、変えたっていうところもあったりするんですけど、もうちょっとね、こう、やっぱり、元気な柿は、大きくていいと思います。ただ、僕はもう枯れた、柿にデザインを変えたので、ちょっとここを深くしたりしてね、なんかしぼんでいるように、ヘタがしぼんでいるように見えるように、ちょっと修正し直しています。こう、本当はね、ヘタっていうのはこう、枯れるとこう反り上がったりとか、巻き上がったりするんですけど、そうするとちょっと紐穴の部分が邪魔になるので、極力こう、押さえて、おります。まあ、ちょっとどうなるか。もうちょっと水分抜いて、やろうかなって思ってますよ。うん。やけになったわけではないんですけど、急遽ですね、ちょっとなんか破れたような鳥に食われた後みたいな感じの、書きにしたいなって急遽思いまして、この決断がですね、失敗していれば動画になっていないと思います。最初はね、柿の作り方を撮ろうかと思ってたものの、急にですね、路線変更して、混沌とした動画になってるんですけど、またね、いずれちゃんとした柿の、ちゃんとしたっていうか、生き生きとしたね、柿の、制作はちゃんと撮りたいなとは思うんですけど、とりあえず、急遽、デザインを変えてですね、見たこの柿がどういう結末を迎えるのか、出来次第によっては、これは、お蔵入りとなるでしょう。ではね、ちょっと、進めていこうかな。こういう部分をね、とりあえず、削って、くり抜いていこうかな、と思います。今ちょっと中を、くり抜いてね、おります。どうなるだろうな。うん。うん。どうすかね。なかなか面白い感じになったんじゃないかなと思いますけど。ね。渋い。うん。まあなんか、柿は、他にもこういろいろ作りましたけど、うん。こう、なんかね、ちょっとこう、鳥に食われたみたいな、ちょっとこうもう傷みかけているなんかやつもいいですね。この辺もなんか傷んでる感じの、なんか栗なんですけど、健全な栗じゃねえや。
柿ですね。健全な柿ってこれぐらい、これかな。これも割と健全な方なのかな。なんかね、割とこういう感じのものが好きかもしれないですね、僕は。うん。まあ何はともあれ完成です。と言いながらもう一個作ってるんですけどね。うん。こんな感じかな。